皆さんこんにちは、田中です。今日はいつもと少し違ってイラストのレッスンの動画を作ってみました。私はいつもイラストを使った動画を YouTube にアップしていますが、よく皆さんから私もそんなイラストを描いてみたいというお声をいただきます。これまで主に日本語の勉強の動画を作ってきて、イラストの描き方についての動画を出したことはなかったのですが、日本語を学んでいる皆さんにとって日本語を学ぶだけでなく、日本語で何かを学ぶのも楽しいかもしれないなと思ってこの動画を作りました。今回は普段絵をあまり描かない人、絵を描くのが苦手な人でも楽しめるように、初心者向けの簡単なイラストレッスンを用意しました。特別な道具は必要ないので、ぜひリラックスして楽しみながら一緒に絵を描きましょう。用意するものは紙とペン、この2つだけです。紙はどんな紙でもいいです。練習のために使うので、できればお気に入りのノートやスケッチブックではなく、いらないノートや紙を用意してください。私は普通のコピー用紙を使います。そしてペンも何でもいいです。どんな太さでも何色でもいいので、自分にとって書きやすいペンを用意してください。ペンじゃなくて鉛筆でもいいですよ。私は動画の中で絵がよく見えるように少し太いペンを用意しました。準備ができたら早速始めましょう。絵を描き始める前にまずはウォーミングアップです。紙に線や図形をいろいろ描いてみましょう。まっすぐな線、曲がった線、丸、三角、四角。運動する前にストレッチをするような気持ちで手を動かすことに慣れていきましょう。うまく描こうと思わなくていいです。丸もこんな風に歪んでも大丈夫です。綺麗で完璧なものじゃなくていいんです。だって私たちは機械じゃなくて人間ですよね。完璧じゃないところや少しずれたり曲がったりしているところにこそその人にしか出せない個性や味が出るので、それを大切にしてほしいです。絵を普段あまり描かない人は自信がなくてこんな風に弱い線になってしまうことがあります。でも今描いている紙は何回失敗しても何回描き直してもいい紙です。うまく描けなくてもまたもう一度描けばいいんです。失敗を恐れずに堂々とはっきりした線で描いてみましょう。こんな感じで絵を描くためのウォーミングアップができました。いろいろな形を描くことに少し慣れることができたと思います。ウォーミングアップが終わったので、いよいよ絵を描いていきます。まず、紙に3つの丸を描いてください。さっきも言ったように、綺麗な丸じゃなくて大丈夫ですよ。この丸から、まずは簡単なイラストを3つ一緒に描いてみましょう。1つ目の丸は、リンゴにしてみましょう。丸の上に短い線を描いて、
その下にも線を描いて、最後に葉っぱを描きます。リンゴの完成です。あっという間に最初の絵ができました。次の丸は風船にしてみましょう。丸の下に小さな三角を描きます。風船の紐を線で描いて、一番下にもう一度小さな三角を描きます。風船の光っているところも描いて、完成です。最後の丸は雪だるまにしてみましょう。丸の上にもう一つ小さな丸を乗せてください。手は木の枝のようにこんな風に線で描きます。反対側も同じように。次に目と鼻を描きます。頭に四角い帽子を乗せて、体に3つボタンをつけたら、雪だるまの完成です。図形の中を塗ってみたり、こんな風に斜めの線を引いて色をつけるのも可愛いですよ。これで3つの同じ丸から全然違うイラストが3つ描けました。こんな風に線や丸、三角、四角など単純な図形を組み合わせていろいろなイラストを描くことができます。イラストを真似して描くのも楽しいですが、やっぱり自分の好きなものが描けるようになったら嬉しいですよね。そこで今度は実際のものを見てイラストにする練習をしましょう。今からこのアイスコーヒーを描きます。実際のものを見て描くとき、どこから描き始めればいいのかわからない方も多いと思います。そんな時は描きたいものの大体の形を簡単な図形で捉えてみると描きやすいです。このアイスコーヒーをシンプルな線や図形にしてみると、だいたいこんな形であることがわかります。これならさっき練習した線や四角を使って描けそうですね。コップはだいたい四角。その中に線を引きます。ストローもこんな風に線で描けますね。氷は小さい四角を2つか3つぐらい。実際の数と同じじゃなくて大丈夫ですよ。コーヒーは黒いので斜めの線を入れてみましょう。これでアイスコーヒーの完成です。もう一つだけ写真を見て描いてみましょう。今度は猫の写真です。生き物のイラストも描くのが苦手だと感じている方も多いかもしれません。でもこれもさっきと同じで、まずは大体の形を捉えてみます。顔は丸、耳は三角、ひげはまっすぐな線。こんな感じですね。今回はシンプルなイラストの描き方をご紹介していますが、皆さんも知っているように、絵には他にもいろいろなジャンルや描き方があります。デッサンやスケッチをするときは、物の細かい部分までしっかり描きますが、今回のようなイラストを描くときは、こんな風に物の全体を見て、大体の形を捉えて、シンプルな線や図形にすることがポイントです。では最後に皆さんが自分の好きなものをイラストにしてみましょう。今皆さんの周りにあるものやスマホのカメラロールの中から描きたいものを一つ選んでください。一度動画を止めて描いてみてくださいね。
描きたいものがない方は、私と一緒にこの植物を描きましょう。植物を描くときも、さっきと同じように、まずはざっくりとした形を捉えます。簡単な図形にしてみると、こんな感じですね。では、描いていきます。まず、8は四角ですね。四角や三角を描くときは、角をしっかり描くと硬い雰囲気、角を少し丸くすると柔らかい雰囲気が出ます。今回はちょっと丸い感じで描いてみます。次に木の枝を線で描きます。こんな感じですね。最後に葉っぱを描きます。大きいの、小さいの、少しずつ形を変えて描いていきます。実際の枚数と合わせなくていいので、ここではもう写真を見ずにイラスト全体を見ながら形を整えます。できました。こんな風にして実際のものをシンプルなイラストにすることができます。ここまでついてきてくださった皆さんは、もう自分でいろいろなものが描けると思います。身の回りにあるものや写真から描きたいものを探して、たくさん描いてみてくださいね。絵を描いていると、自分が思った通りに線が描けないことはよくあると思います。私もしょっちゅうあります。でも、そんな時、失敗しちゃったと思う必要はありません。絵に正解や不正解はないと私は考えています。もし思った通りの線が描けなかった時は、想像力を使って別のものに変えてみましょう。例えば、線が少しはみ出てしまったら、塗りつぶしてみたり、他のものに変えてみたり、こんな風にたまたまできたものも楽しんでみてください。いかがでしたか？短い時間でしたが、絵を描く楽しさを感じていただけたら嬉しいです。絵はたくさん描けば描くほど自分の思い通りの絵やいろいろなタイプの絵が描けるようになります。今回はペン1本で描きましたが、色鉛筆やマーカーで色を塗ってもいいですし、タブレットを持っている方はデジタルで描くのも楽しいですよ。今回描いたイラストはよかったら家族や友達に見せたり、SNS に投稿したりしてみてくださいね。私が運営しているオンラインコミュニティ田中クラブでもメンバーの皆さんがイラストやアート作品をシェアできる場所があります。詳しくは概要欄のリンクをチェックしてください。皆さんが描いた絵を見るのを楽しみにしています。今回初めてイラストのレッスン動画を作ってみたんですが、もっとこういう動画が見たいという方はぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。